スパイのバサラカ7月14日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、メールいただいてます。ラジオネームよしみさん、ありがとうございます。健太さん、よすけくん、こんばんは。こんばんは。ワールドカップ日本本当に残念でしたね。日本の試合も激アツでしたが、アルゼンチン対エジプト戦 0-2 からひっくり返したのもやばいし、神様みたいなメッシが試合後にプレッシャーから解放されて泣いてる姿、もらい泣きしちゃいました。お二人はワールドカップどのように見てますか？俺ね、アルゼンチン対エジプト、見れてないんだよな。見れなかったんだ。あんなに見てたのに。なんかっていうか、そのワールドカップ開催期間中ね、はいはほぼ海外いたじゃい。ん。まあそうね。海外でしたね。だから見る時間がしょっちゅう変わる。確かにそうかも。でアメリカいる時はね、アメリカでやってるからさ、うんまあでもアメリカの中でも時差があるから、はいは意外とまあメキシコでもやってるしカナダでもやってるから、い。意外と朝8時からとかはいはいはい。あ9時ったね。 9時うん朝10時ぐらいか、うん10時ぐらいからやったりとかで、まあ夕方見れたりとかで、逆にポーランドの時は早朝だったりとか、そうね。確かに。なんかで台湾も日本1時間しか変わんないから、早朝夜中ってなるともう見なくなるんだよ。まあいいかっつって。そう俺ダゾーン入ってるからさ、ワールドカップ期間中だけ、すごいミーハーなあれだけど、はいはい、だからすごいいいんじゃないです友達とかはか。すげえ怒ってくるの。はいは出たワールドカップだけ入るやつって、い。いいじゃんね。いいじゃんといい別にね。でまあでもなんかそいつらと電話しながら見たりとかはしてたんだけど、へえすごい。そうそう、日本戦とかね、うんだからどこだっけ、チュニジア戦かな、はいはい。は俺ポーランドで見ながら、うん朝見ながら、日本は昼だったから電話しながらなる見ほどね。てたりとかしたけど、はいはい。だからそうアルゼンチン対エジプトの試合っうんていうか、なんか今回うんすげえなんかね、ジャッジがうんなんでみたいなのが多い。へえ。日本対ブラジルも、うん日本が点入れられる前に一回カウンターして、はいはい。で相手に当たってゴールライン割ってるから、うん普通だったらコーナーキックなわけよ。はい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 。でもなぜかゴールキックになってるの、相手の。うんなんかそういうのが多い。なんでみたいな、いやもろ当たってるやんみたいなのに、なんか VAR とかして、なんかすっげえ今度細かいところまで乱すの。そのゴールに直結する。うんそれこそなんかアルゼンチン対エジプトの試合も、うんすっげえエジプトゴール取り消されたのかな、取り消されてその後2点目入れたんだけど、うんその取り消されたやつも、うんもうすっげえ初期の、うんだからアルゼンチンが最初攻めてました、うんでエジプトがボールを取りました、うんでボールを取ってカウンターしてうん点入りました、はいはいでなぜかチェック入って、うんだからそのボールを取った時点でうんアルゼンチンの選手の足を踏んでたのね。はいはいはいだからその時点でファールだからうん今のゴールはなしだみたいな。えおっそみたいな。へえなんかね、うんそうもしかしたらうんファールじゃないかもしれないで審判が止めないみたいな。あ一旦流してうんもしゴールが入ったとすれば、VR チェックしますみたいな。いやだからすっげえめんどくさいの。だからロスタイムが10分とかざらにある。すごい長いね確かに。そうでなんかなんか今回はそのなんかね、俺はそのジャッジにはいはい物申したい。物申すっていうか、なんでこれは撮んのにこっち撮んないのみたいな。なんかそういうあれがあるんだ。そうなんでそれ流すのに逆にこっちはよかったなみたいな。甘いのみたいなへえとかめちゃくちゃあるから、なんかね、そうそれでなんかちょっとなえたなえただし、なんかねなんかね物申してるね物申してるね。陰謀を感じたよ。陰謀を感じる。アメリカはそそれこそベスト16でベルギーに負けちゃったんだけど、そのベスト32の試合、ボスニア戦かな、それアメリカに見てたんだけど、まあ勝ったのよ、ただアメリカの選手が一人レッドカード、まあちょっと危険なタックルがあって、足裏でね、相手の足をいっちゃった。直接的なね。そうそう、まあもちろん故意じゃなかったと思うんだけど、まあそういうルール上レッドカード、でレッドカードをもらうと、次の試合出れないのよ。
あんま言ってたよねそうやって。そううんで例えばその前の試合でイエローカードもらって、今回の試合でイエローカードもらったら2枚溜まって次の試合出れないとか余裕だ、そうね。アメリカのその選手、免除された。で普通に出てた次の試合。それは陰謀感じるね。陰謀じゃない？陰謀感じるねそれは。陰謀なんかね、まあ頑張ってるんだと思う、アメリカのサッカーを盛り上げようと、頑張って、まあ開催国だし、っていう。そうなんかねと思って、それはいいのみたいな。じゃあ他の選手はどうなのみたいな。他の選手、そう次出れない選手どうなのってなるから、なんか今回ちょっとなんか不平等な感じが、なんかちょっと良くないね。良くないね。良くない。っていう形でサッカーを見てましたということです。だからなんか最近はもうリアルタイムで無理して早起きしてよりかはもう時差ボケもあったから、まあ確かにね。そうもうフルで見たい試合はアーカイブで見てみたいな、まあそんな長く見なくていいかなっていうのは、まあロングハイライトとかもあるから、まあそれでいいかなっていう。でまあこのアルゼンチン対エジプトの試合も、まあって感じ。ハイライトで見て、でもなんか最初はハイライトで見た、でもすっごいもう X が大炎上してた。どうなってんの、でもバッてハイライト見たけど、なんでそういうジャッジするんだろうみたいな。いいね、熱くなってるね。あとメッシがやばいね。メッシがねすごいらしいね。メッシはね2006年から出てるから、もう20年出てんだ、ワールドカップだから6大会出てて、一番点決めてるのが今大会。へえ。であれだよね、あれなんかバズってたよね。ボールを触ってる時間が今大会でどの選手に一番短いのに決めてる点が一番多いっつってね。あと一番走ってない多分。そうね。まあでもメッシとかね、あの辺の選手はそういうイメージだけどね。てかアルゼンチンのそのメッシの使い方がうまいよね。そうね。ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドはちょっとやっぱその一本化できなかった。ロナウドに対して。確かにね。もうだってメッシさ、攻められてる時にさ、自分の目の前でさ、敵がバーって攻めててもさ、立って見てるもんね。でもあれがいいんですよ。頑張れっていうね。でもカーボベルデっていう国がめっちゃ今回頑張ったの。それこそグループリーグも全部引き分けで上がって、で1戦目が決勝トーナメントの1戦目がアルゼンチンだった、だからもうみんなさすがにもうズタボロにやられるだろうなと思ってたら、もう延長戦まで行って2対2で、でまあ最後1点入れられて負けるんだけど、その時の延長最後はさすがのメッシも守備してた。やっぱね、緊急時にはね出動するんだ。おもろいな。あれ見てアルゼンチンマジだ。いいね。まあでももう残すところわずかですから、まあどこが優勝するかなっていう感じで見てますね。まあ皆さんはどこが優勝すると思いますでしょうか。いやそんな興味ないでしょ。そう今言ったけどぜひ予想を、教えてくださいということで本編収録準備できたのでアイドリングトークここまでです。本編は毎週火曜夜8時30分から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。